おはようございます。カナダメープルリッチのエミです。皆さんお元気ですか？今日のトピックは神さん巡りハイライト第2弾です。伊勢神宮編ですね。今回の旅でね、感謝したことは行くところ雨の合間を介してお天気にしてもらったことです。沖縄に到着した時は曇り、1泊目のホテルに到着して夕方から風雨が強まりました。でホテルのチェックインの時にね、明日は久高島に行きますと話したところ、朝久高島のフェリーが運航してるかどうか確認してくださいって言われたんですね。どうしてかっていうと、雨ではフェリーは問題なく運航しますが、風が強い時は運航できないこともあるって言われたんです。でこの会話が交わされた時は風が徐々に強くなってきていて、どうなるかなとかって思って、次の日朝起きたら快晴でした。それと面白かったのが、沖縄3泊4日したんですけれども、その間は快晴で、大阪に向けて沖縄を立つ時また雨が降ってきました。で大阪に着いてね、ホテルに着いた時も小雨模様。二見沖玉神社に伊勢神宮にお参りする前にね、行きたかったんですけれども、神さんたちにどうか神社にお参りする時と次の日に伊勢神宮にお参りする時だけね、その時だけでいいので雨を止めていただけますかって言ってお願いしていました。何度も天気予報をチェックしながら、なんとか二見沖玉神社に行く時は雨だな、ちょっと雨降るかな、次の日は曇りマークに変わっているなとか気をもみながら次の日を迎えました。で朝大阪の友達とね、鶴橋で待ち合わせして近鉄特急に乗って伊勢駅で岐阜から来る友達と合流したんですね。その足でその日宿泊するホテルに行き、私たちの荷物を預かってもらい、曇りだったんですけれども風が強い日でした。私が思うに風のおかげで雨雲を移動させてもらって雨が降らなかったような気がします。でね、面白いことがあったんですよ。伊勢駅に着くとね、長蛇の列が駅の券売所にあったんですね。友達と自動券売機で買ったら早いから並ばずに切符を買おうねって言いながら歩いてたら、駅員さんがね、強風で木が倒れたためただいま電車が不通となっていますってアナウンスしてたんですよ。そう、その長蛇の列は切符を買った人の払い戻しだったんですよ。じゃあ JR じゃなくって二見沖玉神社までバスかタクシーで行こうか言ったんですね。私は Google でバスの乗り方を調べてて、多分友達はタクシーが捕まるのかどうか、どれくらい人が待っているのか調べに行ってくれたと思うんです。 Google に夢中だったので私あんまり見てなかったんですけれども、そしたらね、数分しないうちに Google の答えを見つける前にね、開通しました、ダイヤより大幅に遅れましたが運行再開ですって言って駅員さんがまたアナウンスしてたんですよ。びっくりしました。でこの話を聞いていてね、そうだったんだと思われる方が多いのではないかと思うんですが、でもね、私は目の見えない存在たちに助けてもらったんだと思っています。もし私たちが10分早く駅に到着していたら、多分バスがそこにあればバスあるいはタクシーに乗っていたと思います。あるいはタクシー、バス、電車を長い間待っていたかもしれません。たらればの話なのですが、タイミングよく電車が復旧したっていうことは本当感謝することだと思っています。二見沖玉神社の参拝は強風の中無事終え、ホテルに戻ってチェックインしました。チェックインの際にフロントで対応していただいた女性スタッフの方が
ゴールデンウィークで朝食が非常に混みます。6時15分ぐらいに早めに来られるか、あるいは混雑が緩和される9時以降に朝食を取られることをお勧めしますっていうふうにね、アドバイスしてくれたんですよ。その旨を友達に伝えたところ、2人ともじゃあ先に下空にお参りしてから帰ってきてゆっくり朝食をとりましょうということだったので、翌朝7時30分にフロントに集合しましょうって予定を立てて、その日は終えました。私はね、いつも旅をしている時に人から言われたことっていうのは、目の見えない存在たちからの言葉だと捉えるようにしているんですね。だからこういうふうにスタッフの人が言ってくれたということは、スムーズに伊勢神宮にお参りできるようにという計らいだったと私は思ってます。翌朝、快晴でした。ホテルからの朝日を写真に収めて、朝友達からもう用意できてるから私が準備できているなら7時に出発しませんかっていうふうに連絡が入りました。私は時差ボケで夜中から起きているのでいいよっていうことで7時にロビーでお茶いました。ロビーに行ったらね、朝食の順番を待っている人たちがね、レストランからはみ出てそのフロントまでね、列をなしていたんです。先に下空にお参りするのが正解だったねって友達と言いながら下空にお参りに行きました。参拝する人も少なくてね、朝7時でしたからね、ゆっくりと祀られている神々にお参りしました。で、特に私が強いエネルギーを感じたのが下空にある鷹宮をお参りした時です。その時はありがたいメッセージをいただきました。来てよかったって本当に思いました。すべての下空にいらっしゃる神さんにお参りしてホテルに帰ってゆっくりと美味しい朝食をいただいてホテルをチェックアウトしました。荷物はね預かってくれるっていうんでホテルに置いといたんですけれども、でね、伊勢駅からバスでねすぐでした。着いたのは10時半ぐらいだったかな、ちょっと覚えてないんですけれども、もうその時点ですっごいたくさんの方が参拝しておられました。お正月の初詣のような混み具合で、天照大神を参拝した時はね、人をかき分けながら横の方に行ってお参りさせていただき、その後別宮の神々を参らせていただきました。はい、ここでも素晴らしいエネルギーのパワースポットがありましたよ。荒祭の宮にお参りした時、正午に比べてお参りされる方の人数がぐっと減っているのを見てね、びっくりしましたよ。せっかくねお参りに来ておられるのにね、いや全ての神さんにお参りしないなんてもったいないことしてあるなって思ったのが本音です。本当にもったいない。皆さんも神社仏閣ねお参りされる時は隅々までお参りされることをお勧めいたします。で、この荒松宮さんは素晴らしいエネルギーをいただけるところで、一緒に行った岐阜から来た友達が、私はあまり霊感ないけどここに来ると手がピリピリするわと言ったぐらい強烈なパワースポットでした。ぜひ皆さんも行かれてパワーを浴びてください。あっという間に伊勢神宮参拝を終え、その後猿田彦神社にお参りし、無事神さん詣を終え、その後伊勢駅の近くのカフェでね、美味しい抹茶アイスのラテセットをいただきました。これは友達2人がご馳走してくれました。ありがたいです。本当にありがとう。やはり伊勢神宮は素晴らしいエネルギーを受けるパワースポットです。もし伊勢神宮に行ける距離に住まわれているのでしたら、お参りに行かれることをお勧めします。今回の伊勢神宮のお参りのハイライトは、何気なく撮ったビデオの中に光の柱が映ってました。
今これを喋ってる時に同時にクリップを置きますので、どうぞ皆さんも伊勢神宮のパワーもらってください。じゃあ今日はこの辺で。バイバーイ。